前に見えてきましたよ。おはようございまおはようす。ございます。パンクのおとしです。マリコです。今日は滋賀県太郎坊宮前駅はい。来ておりまして、はい。これから東近江トレイルですね、抽選をしていこうと思います。はい。太郎坊宮から観音正寺、そして JR 能登川駅までですね、行こうと思います。マリコさん、今回太郎坊宮東近江トレイルなんか調べてこられましたか？太郎坊っていう名前がねすごい変わってるなと思って、なんで太郎坊って言うんやろうっていうのはちょっと調べてきたんです。たらなんかどうも太郎坊に関わるところに天狗があるらしくって、天狗が守ってくれてるっていうことで、その天狗のお名前が太郎っていうことなんですけど、なんとそれが京都の鞍馬神社の、天狗と兄弟っていうことなんで、ますますちょっと興味ワクワクで今楽しみにしております。はい。ちょっとね、今日は2月22日なんですけど、すごい暖かい日でね、T シャツでも全然大丈夫なんで、天気も良くて、気持ちいい一日になると思いますんで、早速行こうと思います。さあ行きましょう。近江鉄道で太郎坊宮駅前向かっていきます。近江鉄道乗ります。太郎坊宮前駅到着しました。駅前に案内図あります。こちらの駅から太郎坊宮登って、ちょっとこの辺からもうコース図ないですけど、観音寺城跡、観音正寺、こちらの方に向かっていきます。太郎坊宮前に着きました。まずは最初ですね、楽しみにしておりますみたらし団子をね買いにふるさとさんというお店に行こうと思います。それではスタートしていきます。この向こう正面にひときわ目立つ山ありますけど、あの上まで登りますよ。太郎坊阿賀神社、少し近づいてきました。あんなとんがった山の上まで行けんのかって感じですけど、スタート直後ではありますけどね、マリコさんがなんか団子屋さんがあるっていうので気になるから先に行こうということで向かっております。右手太郎坊山見えてます。ちょっとね、一本道なのに迷いながら来ました。ちょっと今発見したんですけど、トッシーの靴がこんなに破損してます。今日持つんかな。わざわざね、この3本だけ焼いてくれました。ありがとうございます。どう？香ばしい。美味しい。もちもちで美味しいです。ちょっとみたらし団子ね、食べに行って寄り道してきまして、ちょっと時間かかりましたけど、今度はここから登っていきます。こちら滋賀県名物飛び出し坊や。こちらお寺とね神社がひっついてますね。ここから登っていきますですね。いよいよこの石段を登っていこうと思います。石段はね全部で742段あるそうですよ。頑張ろう。こちら上願寺でしたね。ここからは神社ですかね。太郎坊本社まで200メートル。ここから鳥居がいっぱいあります。だいぶね石段登ってきましたけど、鳥居がすごいです。願い事がね叶うと一つの鳥居を収めていたということなので、たくさんの人の願い叶えてくれてきたんですね。上の方まで延々と鳥居と階段続いてます。さあやっと鳥居抜けてきましたね。こちら表参道から登っていきます、神社の中ですけどお不動産とかいてて、ちょっと修験道の神社らしい感じです、下から見てた通り急な斜面が続いております。ここも立派な舞台ですね。こうやって下を見るとだいぶ登ってきたの分かります。まだ登りますよ。こちら宮本岩、
両サイドにね、大きな岩が2つあります。この細い間を抜けていきますよ。夫婦岩を抜けた先に本殿、こちらにあります。こちら本殿の前の舞台です。いい眺め。はい、こちら裏道の方からぐるっと回っていきます。こちら一眼成就者。こっちの方は人少ないな。こちらお不動産。こちらからハイキングコース入っていきます。はい、ではいよいよねトレイルに入っていきます。この赤神山というのが太郎坊山ですね。こちら登っていきます。太郎坊山標高350メートル、現在の標高が250メートルなので、あと100メートルぐらい登ります。距離はね、多分500メーターぐらいしかない間に100メートル登るので結構きついですね。今日はね、2月と思えないぐらい暑い気温です。もう長袖だとめっちゃ暑い。さあ、ここもまだまだ急な階段続いてます。ここ分岐山頂、ここ左ですね。こちらに東近江トレイルのルート書いてあります。さあ、だいぶ山頂近づいてきました。太郎坊山山頂到着しました。よいしょ。こちら太郎坊山山頂350メートル。こっちの奥の方もちょっと見えるかな。よいしょ。こちらも景色見えますね。この山頂からは景色いいですね。ぐるっと見渡せます。めっちゃ綺麗。それでは下山していきます。先ほどの分岐まで戻ってきまして、今度はこちら左の方にですね買っていきます。こちら分岐到着しました。ここにもね案内ありますけど、もう少し三栗山方面、こちら左に向かって進んでいきます。また分岐あります。ここもちょっと分かりにくいですけどね、左行くと三栗山、今回我々ねこちらまっすぐこの北三栗山城跡の方ですね向かっていきます。東近江トレイルも結構整備がね綺麗にされてて、足元はかなりいいですね。でもね、人はそんなにいなくて静かなトレイルです。さあ、一旦急な下りを下っております。あまりこういう急な下りがあるとね、この先に上りが待ってるんで、いつまで下らされんねんって文句言ってますわ。さあ、まだ下っております。この辺り下りがかなり急なんで、結構ね道も狭くて大変ですけど、足元注意で降りてください。さあ、正面向こうに見えてる山が北三栗山。まだちょっと下りますね。下ってから今度は逆に一気に登ります。一旦林道に出ました。これまた登ってきます。こんにちは。それではまた登り北三栗山登っていきますけども、こちらもかなり急な登りが待ってます。はい、プチ岩も現れました。現在標高260メートルなんで、あと60メートルぐらい登ります。上もきつそうな斜面が見えております。ただいまスタートしてから約5キロ、標高は300メートルです。ちょっとね、周り木には覆われてますけど、木の向こうにはいい景色がね見えております。稜線を進んでるんで気持ちいいコースですね。さあ、上に鉄塔が見えてる、あそこが山頂だと思われます。さあ、北三栗山山頂到着しました。いい景色だね、ここも。
三栗城市山城やったよね。さあここもいい眺めですね。向こうちょっと動画じゃ分かりにくいかもしれないですけど、伊吹山、右手のこちら鈴鹿山脈、ここはヤマップでは清水山という表記されてますね。清水城というお城の名前だったそうです。城跡としては三栗城やけどね。そこに清水山って書いてますね。はい、それではここからは一気に下っていきます。で、下ってね、一旦道路に出ますんで、そこで休憩を取りたいと思います。三栗城、六角氏のお城だったみたいですね。ここもいいコースですね。ベンチがあって景色いいです。はい、それではここからまた下っていきます。下りも結構急だと思うんでね、足元注意で降りたいと思います。ここに三栗城市の碑がありますね。さあだいぶ降りてきた感じしますね。新幹線がね近く通ってるんですけども、新幹線の音もよく聞こえるようになってきました。ここの林道ちょっと木でねこう塞いでくれて、こちらも塞いでくれてるんで、ハイキングコースはこちらの階段の方ね進んでください。お、なんか手作りっぽい橋怖っ。はい、分岐貴船神社ですかね、ここまで降りてきました。こう左に行ってね、もうすぐそこ住宅街が見えてますんで降りていきます。住宅街降りてきました。これからしばらくね街中を進んで、途中でねどっかでご飯食べてから次の衣笠山観音障子のある方ですね、そちら向かっていきます。さあロード走ってます。もうすみません、早い。こちらでちょっと補給していきます。はい、私はメンチカツ&コロッケ弁当と照り焼きチキンサンド、両方とも199円というで、マリコさんはビールとハムカツ卵サンド、いただきます。はい、それでは補給終わりまして、また進んでいきます。次は衣笠山観音障子、まずはお寺目指していきます。鳥がいます。水もめちゃくちゃ綺麗で、ここにもちっちゃい魚もいっぱいいますね。でこちらのね神社の中入っていって、その左手の方から登っていきます。観音障子はこちらから登っていきます。西国32番札所。さあこの階段を登っていきます。もうお寺の境内になってるんですかね。こちら分岐観音障子方面1550メートル、こちらにね登っていきます。ここからがお寺の境内みたいですね。ただいま距離は約9キロ、標高は160メートルですね。スタートしてからちょうど3時間ぐらいです。はい、ちょっと展望スポット、あ、向こう息吹見える。あれやね、あれ雪やね。もう雪はだいぶ溶けたな。観音障子まで900メートル。まだ結構登りますね。頑張りましょう。坂道登ってきました。きっつ2つ目の山。いやー暑いしだれる。でも頑張っていきます。はい、延々と石の階段続いてます。さあだいぶ登ってきました。駐車場からね歩いて登ってられる方もいるんで、ちょっと人が増えてきましたね。あの上石すごい乗っかって落ちてきたら怖いの。この石垣がありますね。観音障子
はおそらく観音寺城のお城の中の一部だったと思うんですけどね。だいぶ登ってきましたんでね、見渡せますね。風が吹くと涼しくて気持ちいい。この向こうから、こう来てこう来てこう来てで街の中降りてきてきた。すごいね、すごい。はい、こちら観音障子、門はないですけどね、仁王様だけいらっしゃいます。重さを投げてあります。あちらが本堂ですね。はい、左、右洗って、その左手に受けて、それで口をすすいで、あと最後に残ったので、そうです。はい。この岩もすごい迫力があります。はい、御朱印ゲットしてまいりました。はい、それでは次は観音寺城跡向かっていって衣笠山山頂を目指していきます。さあ、観音障子の裏からトレイル入っていきます。観音寺城跡はもうすぐそこですね。こちら観音寺城跡、石垣はちょっと残ってますね。これ本丸跡ですね。石垣もう結構綺麗な石垣ですね。古いはずなんですけどね。多分ね、これ本丸跡整備されてるのか、そういえば昔もっとここはもうただの林だったような気しますね。だいぶ木もね切られて広く整備中だと思われます。はい、それではこの三角点方面、こちら衣笠山山頂に登っていきます。さあ、衣笠山山頂は430ぐらいですかね。40メーターぐらい登ります。ここも石垣残ってますね。結構高いところまで石垣組んでんねんな。衣笠山山頂到着しました。標高は433メートルです。三角点はこちらですね。衣笠山からそれまた進んでいきます。ここら辺りからね景色が良くなっていきますんで、それを楽しみに頑張っていきます。次に目指すのはね、この地獄越え 1.2 キロ向かっていきます。ちょっと左手には琵琶湖とか街並み入れてますね。さあ、だいぶ見晴らし良くなってきました。稜線なんでね、風が抜けると涼しくて気持ちいいです。お、見晴らし良くなってきました。気持ちいいね。向こうに見えてる山に登るんやろな、これから。見晴らし良好って書いてるとこ見に行きます。おお、いい眺め。気持ちいい。向こうは西の湖かな。向こうに見えるこんもりしたここ安土城跡です。さっき見えてた山だいぶ近づいてきましたね。こうやって見たらでかく見えないな。はい、こちら地獄越え到着しました。ここから次はね、この雨宮龍神社方面、北向観音、こちらに登っていきます。それでまたここから登っていきます。東読トレイルはね、アップダウンはありますけど、そんなにきつくはないんでね、
標高も高くないですし、コースは整備されてるし、すごい通りやすいコースですんでね、おすすめです。こちら展望台、いい眺めです。鈴鹿の方がよく見えますね。雨宮龍神社、これちょっと登ってみます。さあ登ってきました。さあそれではここからまた降りていきます。なんか大きい石あります。さあだいぶ進んできましたね。あと能登川駅までもうちょっとです。見晴らし良好ポイント、ちょっと見に行ってみます。マリコさん先行ってもらったな。お、良さそうだね。どこまで降りるんこれめっちゃ下まで行かない。あまり押したら落ちんで。ただいま距離は約14キロ、標高は300メートル、スタートしてからちょうど5時間ぐらいですね。まあね、この5時間の中にはね、ちょっとみたらし団子買いに寄り道した時間、あとご飯食べた時間とかもね含まれてるんで、実質の移動時間はそんな長くないですけどね。この辺りもね、昨日丸太の階段をすごいきっちり整備してくれてまして、すごい登りやすいですね。コース上もね、落ち葉とか落ちた枝とかがねあまりなくて、綺麗に整備されててありがたいですね。ここ分岐になってます。右の方に行くと石間寺集落かな。でこっちのね北向かい岩屋観音、こちらに進んでいきます。 0.9 キロ、ちょっとちっちゃな、なんていうのかな、岩山かな、山頂、細かいアップダウンが続いております。さあまた一気に下っております。だいぶざっくりした地図れんな、これは。ベンチがあってね、向こう見晴らしいですね。はい、これは何ですかね、七子山ですかね。標高 267.5 メートルです。あそこは北向かい観音ですね。こちら岩ご神体ですね。玉のお屋根の御事。さあ来ましたね。もう駅もすぐそこです。見晴らしいですね。そっち展望台あります。こちら観音様ですね。こちら景色いいですよ。気持ちいいです。はい、それでは下山していきます。もう能登川の駅に向かってね、あとは降りるだけですね。はい、降りてきました。ここ左ですね。ここに立派な岩屋観音。さあここからは道路で下っていきます。もう街中までね降りれば能登川駅まではもう少しですね。猪子山と読むそうですね。古墳群、古墳がいっぱいあるそうです。あるわ、すごいね。さあ住宅地まで降りてきました。駅までもう少しですね。こちら案内図あります。はい、向こう能登川の駅見えてきました。今日はね本当天気が良くて気持ちいい一日でしたね。コースもね本当にいいコースでおすすめのコースなんで、ぜひ皆さんも来てください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 JR 能登川駅はい、到着しまして、はい、いい天気でね、本当2月とは思えない暑さで、はい、私だいぶバテましたけど、はい、無事にゴールできてよかったなと思います。はい、マリコさん、今日のコースいかがでしたか？もう大満足ですね。
トレイルも整備がされて綺麗でしたし、ところどころ観光できるような、お寺とかがあって、見応えもあって良かったです。そうですね、もっとね人来てもいいかなって思うようなね、コースなんでね、はい、ぜひ皆さんもよかったら足運んでみてください。はい、でまたトレーラーに役に立つ動画、講師紹介の動画アップしていきますんで、はい、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただければと思います。高評価もお願いします。お願いします。ではバイバイ。私はバリトンラーメン、マリコさんはなんちゃらブラック、古国最強ブラック。あっさり。